全然150分の1でも問題なく使えそうです。この時点でめっちゃかっこいいよ。おー、こんばんは、すすくまです。レイアウトに川を作ろうということで、前回は鉄橋と橋脚を制作しました。後編にあたる今回は地形及び水辺の表現に移ります。様々な素材を駆使してリアルな情景を目指します。ぜひ字幕をオンにして最後までお楽しみください。よーし、描けた。かなり適当ではありますが、完成後のイメージ図を描いてみました。決して絵が上手い必要はありません。どんな風に作りたいのかっていうのを明確にするのが目的です。加えて私は作業の順番も文章に起こしております。頭の中で制作の様子をイメージしやすいですし、どんな材料がどれぐらい必要かっていうのも分かりやすくなります。イラストに従い川や地面の位置を大まかに書き込みます。川の真ん中は流れが急なので一部の橋脚が補強されているという設定です。ですのでここが川の中央に来るようにマークしていきます。まずは地面かさ上げ用のスタイルフォームをスチロールカッターで切り出します。もちろん他の工具でも大丈夫です。固定にはスチロール素材専用の接着剤を用意しましょう。まんべんなく塗り広げ、糸を引かせると強力に固定できます。線路の高さと合わせるために2センチ厚のスタイルを3枚積層しました。上に重りを乗せ、ところどころに爪楊枝を刺し、完全乾燥を待ちます。今回は堤防からなだらかな斜面を経て川につながっていくというイメージで、橋脚の間にもスタイルフォームを設置します。これくらいの段階まで来たら今後の作業を見越して橋脚を養生します。せっかく頑張って改造して塗装を加えた橋脚ですから、傷がつかないように養生しておくといいでしょう。大まかにスタイルフォームが張り終わりましたら角を落として斜面を作っていきます。こういう時に小さなナイフがあるとすごくやりやすいです。大胆な作業って楽しいですよね。レイアウト制作の一つの醍醐味かもしれません。はい、ラフ造形が完了しました。スタイルフォーム削っただけでもだいぶ印象って変わるもんですね。いい感じいい感じ。0.3mm 厚のプラ板で側面に貼る化粧板を用意しました。なぜこの段階で化粧板を貼るのか、理由は後ほど説明します。こちらはロケハンに行った時の写真です。多少人工物があった方がそれっぽく仕上がるので、グリーンマックスの石垣を設置します。さらに変化をつけたい時には津川陽光から出ているデザインプラスチックペーパーが便利です。柔らかめの素材なので簡単に切ったり曲げたりできるっていうのがポイントです。いろんな模様がある中から今回は17番のケンチというものを選びました。サイズは80分の 1HO ゲージ用となってますが、全然150分の1でも問題なく使えそうです。さあ塗装に移りましょう。手持ちの塗料から色をチョイスし、エアブラシで吹き付けます。コンクリートタイプと石積みタイプで微妙に色のニュアンスを変えてあります。乾燥後、墨入れ塗料でウォッシングを行います。凹凸に墨を流して陰影を強調する技法です。モールドが浅い場合には特に効果的ですよ。半乾きの状態で余分な塗料を拭き取ります。雨だれのような表現も兼ねるので、縦方向に拭き取るのがコツです。さらに爪楊枝でエナメル塗料をちょんちょんと置きまして、溶剤のみを含ませた筆で上からなぞってぼかします。いい感じに境界がぼやけてマーブル模様になっているのがお分かりいただけるかと思います。仕上げとしてパステルをまぶします。鉄橋と橋脚以外の人工物ってほんと石垣ぐらいしかないので、逆に時間かけとくと見せ場が作りやすいとも言えると思います。おー、いいね。ジオ玉の名脇役になりそう。出来上がった石垣を斜面に設置します。多少の隙間は後でパウダーでごまかせますから、そこまで気にしなくても大丈夫です。スタイル一色のところにグレーのパーツがついて高低差が強調されました。地肌が見えている部分に地面のベースとして軽量紙粘土を塗っていきます。ところどころに木工用ボンドを塗ってから紙粘土を指で伸ばします。指だと限界がありますので、細かい部分はヘラを使うとやりやすいです。完璧に平滑にする必要はなく、とにかく隙間をなくすという目的で塗っています。草を撒いた後に空洞が見えると興ざめですからね。後で設置しようとするとどうしても地面との隙間ができちゃうんですよ。早い段階で化粧板を設置して紙粘土で埋めた方が仕上がりは綺麗になります。すげえ単調ではありますけどね。でも無心で作業できるんで、私はこういう作業結構好きです。川底は紙粘土ではなく、先ほど重荷で使用していたモデリングペーストを塗っていきます。紙粘土よりも流動性が高いですから伸ばしやすい、そして隙間に入りやすいっていうのが特徴です。川の両側、石を巻く部分には少し多めに持っています。途中で筆に水をつけるとスムーズに伸ばせます。ついでにネジ頭も隠してしまおう。水の表現で流動性の高い素材を流すので、背景板との隙間から液が漏れ出さないようにせき止めておきます。紙粘土が乾燥しました。上からアクリル絵の具の茶色を塗っていきます。塗り残しがないようボードの端まで慎重に筆を進めます。
川底も塗っちゃいましょう。今回は割と開けた土地にある川という感じで、緑ではなく青ベースで塗っていこうと思います。大丈夫かな私本格的な水面の表現って実は初めてやるんですよ、人生で。川だとの高低差ってそれほどないので、色で水深を表現できるかどうかっていうのが腕の見せ所かもしれませんね。アクリル絵の具の場合は乾いた後いくらでも修正できますから、この辺はね楽しむのが一番ですんで気楽にやりましょう。お、雰囲気出てきたんじゃないの色塗るの楽しいなマジ。塗れました。初めてにしてはよく頑張った方かな。土の粒子感を高めるためモーディンのリアルサンドを巻きました。草についてはスタティックグラスを中心に複数の素材を組み合わせて表現しています。雑草の再現方法を詳しく知りたい方にはのどかな森林ジオラマという動画がおすすめです。説明欄にリンクを貼っておきます。休憩を挟んで後半戦です。ようやく下準備が整いました。いよいよ川石を設置していきます。使うのはモーディンの R ストーンシリーズです。様々な大きさが用意されてまして N ゲージのジオラマにぴったりな製品です。緊張すんな意を決して置いていきましょう。じゃあまず特大サイズを川の中州に設置します。石を自然に配置するって難しいな。水の流れを考えながら徐々に小さいものも周りに配置していきます。ちっちゃい石を配置するときは石にボンドを塗らずに地面に塗っちゃった方が早いかも。パラパラっと巻いてでっかい石の下に押し込んで隙間を埋めていきます。なんかそれっぽいぞちょっとテンション上がってきましたね。先週から Google でずっと川バーベキューで画像検索してまして、そうするとですね、車がギリ入ってこれそうな河原の写真っていうのがいっぱい出てくるんですよ。一口に河原といっても本当いろんなタイプが存在しまして、ギリギリまで水が来ているパターン、あるいは今回のように雑草と石が入り混じっているような情景というのもあります。うわこの時点でめっちゃかっこいいよ。自分で言うのもなんだけど大成功かも。一部トミックスのバラストも併用しながら隙間を埋めました。雑草がね、石の間からちょんちょんって出てる感じがたまらんな。ボンドだけでは接着が不十分ですので、モーディンのスーパーフィックスを全体的に流します。一晩乾燥させました。もうカチカチに固まってますね。ただ石と川の境界線がはっきりしすぎてるような気がするな。というわけで境界線をエアブラシでぼかします。先日紹介したソールパワーのエアブラシ、早速使う機会が訪れました。こういう時持ち運びできる充電式エアブラシめっちゃ便利ですよね。ちなみに色はミスターカラーの32番軍艦色です。ちょっとずつ吹き重ねてだんだん境界がぼやけてきました。水の素材として選んだのはこちら、加藤のリアリスティックウォーターです。水辺の表現では定番中の定番と呼べる素材だと思います。加熱せずに流し込むだけで簡単に水面を表現できる優れものです。さっきちらっと話した通り、リアリスティックウォーターは流動性が高いので、このままだとポタポタ垂れる可能性があります。ですので側面にマスキングテープを貼ってせき止めておきましょう。どんなにしっかり密着させたつもりでも、ベースボードの木材は表面に凹凸がありますから、テープだけだともしかしたらこの隙間からも漏れてくる可能性があるんですね。いろいろ考えた結果、今回はミスターホビーのマスキングゾルを塗ることにしました。仮に木工用ボンドとかメディウムを使うと、剥がす時に木材の表面までペリッて剥がれる可能性あるじゃないですか。その点マスキングゾルなら剥がすこと前提として設計されてますんで、テープと一緒にペリペリって剥がれてくれるんじゃないかと思います。ホコリよけの準備も済ませておきましょう。乾燥までの間に汚れがつかないための配慮です。梅雨に来たなこの時が。よし行くぞ。いきます。おー、結構流動性は高いね。やっぱり伸ばして広げていきます。特にこういう岩の間ですとか入り込みにくいところは筆や塗料棒で押し込むようにして流しましょう。一気にたくさん流すと乾燥まで時間がかかりますから、一度に流す量は少なめにしておいた方が無難です。死に近いところはわざと石の上からも塗って水に濡れて光ってるような表情にするのも面白いかも。やりながら気づいた点としては、筆だと泡が立ちやすいです。それに比べて塗料の朝食スティックだと泡立ちを抑えられるので、こっちの方がおすすめです。よっしゃ、流し終わったんでホコリがつかないようにカバーをかぶせておきます。流し込みから約30時間が経過しました。固まってるかな、ちょっと一回見てみましょうか。大丈夫か。ツンツン。おー、よかった。カチカチに固まってますね。テープはうまく剥がれてくれるかな。ギリビリビリ。おーほほー、断面が見えてる。
で、マスキングゾルも問題なく剥がれましたね。やっぱり正解だったな、マスキングゾル使って。断面上部の盛り上がりを除去し、波の表現に移ります。また新しいアイテムの登場です。ハイソリッドジェルと言いまして、画材屋さんで絵の艶出し剤として売られています。中身はペースト状の白い液体で、乾くと透明になる性質が波の再現に向いています。この素材に関してもリアリスティックウォーター同様薄く塗るように心がけましょう。上流から下流に向かって水が流れていく様子をイメージしながら、筆ムラをうまく利用して波を再現します。今回は川ですから、あんまり波頭が立ちすぎてても海みたいになっちゃいますんで、途中でこんな感じでね、エアブラシで水を吹きかけながらやると滑らかな波ができますよ。新しい素材試すときってめっちゃワクワクしますよね。使いこなせる素材が増えれば表現の幅も増えますんで、新しい素材挑戦するのは本当にいいことだと思います。塗り終わりました。白い素材だと形状がはっきり見えるので作業しやすかったです。乾燥が楽しみだな。約12時間経過した状態がこちらです。わあ、めっちゃいい感じじゃんちっちゃい波がたくさん立ってて、さらに細かい波の表現にはリキテックスのブレンデッドファイバーを使用します。ファイバーとついている通り、中に繊維素材が混ぜ込まれてまして、乾燥後は完全に透明にならず白く残る部分があります。上流からの水が中州の石に当たってこの辺で泡が立っていると。その後回り込む形で下流に行きますので、 V 字になっているこのエアブラシでさっきぼかし塗装をしたところには塗らないっていうのがポイントです。だんだん動き出てきましたね。ただやめ時が難しいな。ウェザリングと一緒であんまり塗りすぎても黒い表現になるから。さあジオラマはどのように仕上がったのでしょうか。フィニッシュワーク、そして列車の走行シーン、続けてどうぞ。よっしゃー、ラストスパートだ。いかがでしたでしょうか。当チャンネルでは N ゲージレイアウトの制作風景、また車両工作の様子をアップしております。ぜひチャンネル登録、また動画の評価もよろしくお願いいたします。今回使用した各種ジオラマ素材は説明欄に商品リンクを貼っておきます。いやー、頑張ってよかったなー。もう最高ですよ。水の表現って難しいイメージありませんか？私もそういう意識あったんですけど、やってみたら意外とすんなり形になりました。材料の選択肢が多くてどの方法を選べばいいか迷っているという方の参考になれば嬉しいです。ローカル線もだいぶ伸びてきましたね。今後も海や川の制作を別のエリアで行う予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。すすくまでした。失礼いたします。